日本史全成とその後。源頼朝の弟全成は二代将軍頼家に謀反を疑われて斬首された。全成とその後を詳しく見ていこう。全成は源義朝の七男として常盤御前との間に1153年仁平3年に生まれた。幼名を今若といい、同母弟には義経がいるが、7歳の時に平治の乱で父義朝を失い、第五次に入れられ出家させられている。1180年治承4年に兄の頼朝が挙兵すると、28歳の全成は寺を抜け出して兄のもとへ馳せ参じている。事務処理能力に優れた全成は、軍事的天才と言われた義経とは対照的に、平家追討のために西国へ赴くこともなく、鎌倉にとどまり頼朝の側近として仕えている。軍事的に優れた成果を上げながら粛清された義経や範頼の姿を目の当たりにした警戒心の強い全成は、自分から軍事に携わることを避けたのかもしれない。平家に勝利して鎌倉殿となった頼朝の勧めで、全成は北条政子の妹阿波局と結婚している。駿河の国省に領地を得た全成は以後全成と名乗っているが、領地についても多くを望まなかった。義経に続いて範頼など源氏の血筋が次々に消されるのを目撃した全成は、目立つことや多くを望むことを本能的に避けたのである。ところが北条政子が嫡男頼家の乳母を比企氏にしたことで、頼家を比企氏に取り込まれたという苦い経験から、次男の千万後の実朝が生まれると、乳母に阿波局を指名する。そのため全成が乳母に就任することになってしまうが、このことが全成の運命を大きく変えることになるのである。1199年建久10年、頼朝が急死して嫡男の頼家が鎌倉殿の後を継ぐ。しかし若い頼家と宿老の意見が合わず、幕府の実権をめぐって対立、13人の合議制がスタートする。幕府内は頼家を支えようとする頼家派と、実朝を擁立しようとする実朝派に分裂し、さらに頼家の乳母同士で共に頼家を支えていた比企能員と梶原景時が権力をめぐり反目し合った。阿波局は比企氏が将軍頼家の乳母として権勢を振るう様を見て、実朝を将軍に就任させれば自分も同じ立場になれるのではという単純な野望を持ち、実朝派の時政や義時に協力していく。一方の政子は頼家を排して実朝を擁立することには反対だが、比企氏や梶原氏の勢力を削ぐことには賛成で、頼家派では一番手強い梶原景時の追い落としを時政らと画策する。そんな折に亡き頼朝の娯楽院だとも言われた結城朝光がある会合で、頼朝様が亡くなられた時に出家すべきだったと口を滑らせた。すると梶原景時が見逃さず、頼家に結城朝光は頼家様に仕えることを嫌がっていると讒言した。そこで時政に知恵をつけられた阿波局は、朝光にあなたは景時の讒言によって殺されるでしょうと脅してみせた。慌てた朝光が三浦義村に相談して
梶原景時の弾劾連判状を作成する。これには阿波局や比企能員も協力して66人もの御家人が署名する。しかしこの連判状に北条時政と義時の名前は見当たらないが、かえって作為的なものを感じさせている。この連判状によって景時は鎌倉を追われ、やがて梶原一族は滅亡する。景時を失った頼家派は急速に求心力を失っていく。梶原景時を排除することに成功した北条時政や義時、そして阿波局は続いて比企氏を排除しようと計画する。北条政子も娘の若狭局を嫁がせて頼家を籠絡している比企氏の追放には賛成で協力している。ところが阿波局の最終的な目的は比企氏を追放した上で頼家を排して弟実朝を三代将軍に就任させることであった。政争には可能な限り関わることを避けてきた全成だが、阿波局の実朝を将軍にしたいという単純明快な野望のためにいやおなく権力闘争に巻き込まれていく。全成は気の進まないまま北条時政や義時、政子や阿波局と比企氏追討のための密談を交わすのである。1203年建仁3年5月19日の深夜、全成は寝ているところを武田信光に突然襲われ、捕獲されて御所へ引っ立てられる。頼家は全成に謀反の企てを白状するように迫った。しかし全成は知らぬ存ぜぬで押し通し、一切口を割らなかった。一方の北条家では全成が捕らえられたことで陰謀が将軍に露見して討伐軍が攻めてくるのではと戦々恐々としていた。政子は阿波局の態度から夫婦の本当の目的が比企氏追い落としではなく頼家を排して実朝を将軍にしようと企んでいたことを知り、我が子頼家をないがしろにする妹阿波局に激怒した。そのため頼家には血縁の阿波局は時政の手前仕方なく引き渡しはしなかったが、全成はそのまま放置して見殺しにした。全成は常陸の国に移送された後、下野の八田友家のもとに移送され、53歳で斬首された。北条氏の権力争いにいやおなしに巻き込まれて、最後には見放された全成は斬首される時一体何を思ったのだろうか。同母弟の義経が権力闘争に巻き込まれて中殺されるのを間近で見ていた全成は可能な限り政争に巻き込まれないように注意していた。しかし妻の阿波局が実朝の乳母となり将軍の乳母となってみたいという短絡的な夢を抱いたために、哀れにも全成はその犠牲となったのである。